ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、DC の新作映画、スーパーガールの予告編に対する猛烈な反発の話題についてよ。スーパーガール？あのマントばなびかせて空飛ぶお姉ちゃんのことやろ？反発っち、一体何が起きとうと？現在、コスミックブックニュースが報じたところによると、その反発が尋常じゃないレベルなの。公開後、たった24時間で受けた否定的な反応が、先に公開されていたスーパーマンの予告編が半年かけて受けた反発よりも激しかったというから驚きなのよ。はあ？たった1日で半年の記録を抜いたん？それはもう炎上っちレベルじゃなかろうもん。大火事やん。そうなの。今日の動画の見どころは、なぜ期待の新作がここまで叩かれているのか。そして、ジェームズ・ガン率いる新 DC ユニバースの危うすぎる現状についてよ。気になるばい。そんなにひどい内容やったん？まず、予告編の内容自体が議論を巻き起こしているのよ。予告編を注意深く見ていたファンたちが気づいたのは、重慶のスーパーマンとの扱いの差なの。スーパーマンは街を救ったことで人々から称賛されているのに、スーパーガールはといえば、彼女の功績は猫を何匹か助けただけだったという描写になっているのよ。猫ば助けただけ？いや、猫も大事やけど、スーパーヒーローにしては地味すぎやろ。格差がすごかね。さらに衝撃的なのが、冒頭のショットよ。スーパーガールの愛犬であるクリプトが、あろうことか、スーパーマンの写真に放尿するシーンから始まるの。そして、スーパーガール自身も、酔っ払って、陰気なキャラクターとして描かれているのよ。は？犬が、スーパーマンの写真に立ちション？しかも、ヒロインが酒に溺れて、クラカとか、誰が得するとね、それ。ネットユーザーからは、これが、私たちの見たかったスーパーガールなの？ヒーローへのリスペクトが足りないっていう声が上がっているの。公開からたった7日で再生回数は2200万回に達したけれど、高評価が37万7300件に対して低評価は推定で4万4778件にも上っているのよ。推定とはいえ4万以上もバッドボタン低評価が追悼とか穏やかや中根。約8分の1の反応が否定的ということになるわね。これだけでプロジェクトが悲惨な結果になるとは限らないけれど、プロデューサーのジェームズ・ガンがスーパーマンサーガと呼ぶシリーズの今後を考えると、スーパーガール予告編への反発はスタジオにとっては大きな懸念材料なのは間違いないのよ。そりゃ、そうよ。まだ始まったばっかりのユニバースなんやろ？その通り。新しい DC ユニバース DCU には比較対象になる映画が他にまだ1本しかないから、ワーナーブラザースの幹部たちはこの数字をかなり深刻に受け止めているはずよ。そしてその比較対象というのが昨年夏に公開された映画スーパーマンの予告編なの。お兄ちゃんの方やね。そっちはどうやったん？スーパーマンの予告編は2025年5月15日から YouTube で公開されていて、現在までに3600万回以上再生され、高評価は57万8631件に対して低評価は推定2万1180件なのよ。あれ？スーパーガールは1週間で低評価4万やったろ？スーパーマンは半年以上経ってもその半分くらいしか低評価がついとらんやん。そうなの。スーパーガールがいかに異例のスピードで嫌われているかがわかる数字なのよ。でもね、葵。そのスーパーマン自体も実はそこまで安泰ではなかったのよ。どういうこと？映画スーパーマンは最終的な全世界興行収入は約6億1600万ドル、約968億8000万円で、残念ながら不振の夏に見舞われてしまったの。数字だけ見ればまずまずの成績に見えるけれど、ワーナーブラザースが期待したほどの成功には程遠いと多くの人が指摘しているのよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。で、話の続きやけど、6億ドル超えてもダメ出しされるとか、ハリウッドは生かしかね。ジェームズ・ガン監督による新たなコミックユニバースの立ち上げという特大のボーナスがあったはずなのに、その期待に応えきれなかったのは痛手なのよ。さらに DCU はテレビシリーズにも拡大しているけれど、そこでも問題が起きているの。テレビ？なんか配信されとうと？HBO Max でピースメーカーのシーズン2が配信されていて、これかなり成熟した大人向けのシリーズなんだけど、内容については賛否両論が渦巻いているの。結局、シーズンが進むにつれて視聴率が大幅に低下してしまったのよ。映画もパッとせん、ドラマも客が離れとう。
これ、スーパーガールがこけたら後がなかやん。そうなの。だからこそ、この予告編の低評価の蓄積は警告なのよ。もし、スーパーガールがこのままの軌道をたどるなら、ジェームズ・ガン監督とワーナーブラザースは根本的な軌道修正を迫られることになるわね。でもさ、なんで、そんなにクラかキャラにしたと？原作があるんやろ？鋭いわね、葵。その通りなの。ファンのほとんどは、この映画がコミック作家トム・キングのスーパーガール、ウーマン・オブ・トゥモローシリーズを原作としていることを知っているわ。原作のスーパーガールは、周りの誰もが恐ろしい方法で死ぬのを見てきたという過酷な過去を持っているから、性格が苦々しくなっているのよ。設定はわかるけど、それを映画の予告でいきなり見せられても、ファンは引くばい。そこが、マーケティングの難しいところなのよ。映画の監督は、クレイグ・ギレスピー。脚本は、初挑戦のアナ・ノゲーラが務めているけれど、ファンの中には、ジェームズ・ガンの影響が強すぎる、と感じる人も多いみたい。監督とか脚本家よりも、プロデューサーの色の方が、追悼ってこと？X では、ガン監督のマーベル初期の作品のノリと同じ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの焼き直しに見えるっていう厳しい指摘も出ているのよ。ああ、あのノリね。好き嫌い分かれるけんね。さらに、歴史的な背景も彼女たちには不利に働いているわ。実は、2017年のワンダーウーマンを除いて、女性が主役のスーパーヒーロー映画は観客の支持を得るのにものすごく苦労しているのよ。あ、そういえばそうかも。ワンダーウーマンはあんなに人気あったのに。9年前に公開されたワンダーウーマンの予告編を振り返ってみると、再生回数3100万回に対して高評価が26万4589件、低評価は推定でわずか9959件なの。公開からの経過時間を考えても、この低評価の少なさは、スーパーガールとは実に対照的なのよ。1万いってないとか、めちゃくちゃ期待されとったんやね。逆により適切な比較対象と言われているのが2023年のマーベル映画マーベルズなの。ああ、なんかあんまりいい噂聞かんかったやつや。2年前に公開されたマーベルズの予告編は2600万回以上再生されたけれど、高評価と低評価の数がほぼ同数。高評価29万3148件、低評価27万4385件という異様な事態になっていたのよ。そして結果はどうだったかというと、全世界興行収入は約2億600万ドル、約324億3400万円で、期待を大きく下回る大失敗とみなされてしまったの。高評価と低評価がトントンって、もうその時点で嫌な予感しかせんもんね。そうなの。今のスーパーガールの状況は、そのマーベルズの不穏な空気に似てきているのよ。スーパーマンが興行的に振るわず、ピースメーカーが視聴者を維持できなかった今、スーパーガール予告編へのエンゲージメントは DCU が健康かどうかを測る最新の健康診断の結果と言っても過言じゃないわ。末期症状にならんかったらいいけど、救いはないと？幸いなことに映画スーパーガールの劇場公開は2026年7月26日でまだ時間はあるのよ。ワーナーブラザースのマーケティングチームには観客が求めているものや作品の本当の魅力をより明確に伝えるための十分な猶予が残されているわ。あと1年半くらいあるんか。その間に猫助けるだけじゃないよ。とか、ちゃんとしたヒーローだよ。ってところを見せていかんといかんね。その通り。でも、一度ついた、暗い、酔っ払い、リスペクト不足っていうイメージを払拭して慎重になっている観客の支持を取り戻せるかどうかはまだ誰にもわからないのよ。厳しい道のりになりそうやね。そうね。でも結局のところファンは新しいものを見たいんじゃなくて大好きなヒーローの輝いている姿を見たいだけなのかもしれないわね。そうよ。犬がスーパーマンの写真にしょんべんかけるの見せられて喜ぶファンがおるわけなかろうもん。ネットの反応を見ていても、トム・キングの原作は素晴らしいけれど、実写映画としてのトーン設定を間違えているという意見や、ジェームズ・ガンは自分のカラーを押し付けすぎだという声が目立つわ。監督の個性が強すぎると、キャラクターが死んでしまうこともあるもんね。アナ・ノゲーラの脚本がどれだけ原作の深みを生かしつつ、映画としてのエンターテインメント性を保てているかが鍵になるわね。クレイグ・ギレスピー監督もこれまでの作品では独特のテンポ感で評価されてきたけれど、今回ばかりは勝手が違うみたい。アメコミファンは世界一うるさいけんね。そうね。でもその熱量があるからこそヒットした時の爆発力もすごいのよ。ワーナーの幹部たちが今この瞬間にどれだけ頭を抱えているか想像するだけでも震えるわね。
6億ドルのスーパーマンで満足できん人たちがこの低評価の嵐を見て夜も眠れんとやなか。おそらくマーケティング戦略の大幅な見直しが行われているはずよ。次の予告編でどれだけポジティブな驚きを与えられるか、それが DC ユニバースの命運を分けることになるわ。次はちゃんとかっこいいスーパーガールば見せてほしいね。猫だけじゃなくて世界ば救ってくれんと。そうね。ということで今日はスーパーガールの予告編が大炎上して DCU がピンチっていう話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。